こんにちは、たくあんです。突然ですが、素早く動いて相手を翻弄するってかっこいいですよね。多分、スマブラというゲームにおいても、できる限りキャラを早く動かしたいっていう気持ちはみんな同じなわけで、その早く動くために空中でスティックを下に倒す、急降下というスマブラの基本テクニックは多くの人が使っていると思います。特に空中攻撃を出したり、浮かされた時は着地までの時間を短くして、素早く次の行動に移りたいので、急降下も一緒に入力することが多いかと思います。今回はその共通認識を逆手に取った急降下を入力せず、リレーをかけて技を出すというテクニックを解説したいと思います。スマブラデラックスでの解説が基本になりますが、スマブラ SP でも使える場面を紹介するので、ぜひ SP 勢の方も聞いてもらえると嬉しいです。それでは具体的なシチュエーションで見てみましょう。フォックスとマルスがこれぐらいの位置関係にあって、マルスが垂直のショートジャンプをした後で着地際に自身を守るために空前を出すだろうと思われる場面です。この時フォックスとしてはマルスの空中攻撃の着地隙に対してすごく攻撃を当てたくなります。これはスマブラの基本となる考え方、着地狩りにおける攻撃の当て方の一つですね。フォックスがしっかりとマルスの空前の着地隙7フレームに攻撃を当てるには、技の当たらないギリギリの間合いでマルスが急降下をして技を振るという予測、読みを元にしたタイミングで近づく必要があります。そうするとその予測通り、マルスが急降下を入力しながら下り空前を出すと、着地隙7フレームに対してフォックスが着地狩りの攻撃を当てることができます。ではここでマルス側が急降下を入れず、ちょっとリレーをかけた下り空前を振った場合はどうなるでしょうか。フォックスが先ほどと同じようにマルスの急降下を薄くして着地隙に攻撃を当てようとした場合、フォックスは自分からまだ自由に技の出せる状態のマルスの間合いに入ってしまう形になります。そうするとマルスは一方的に勝てる間合いから空前をフォックスにヒットさせることができます。このように基本的には入力すべきである急降下をあえて入力しないことで着地タイミングをずらし、着地隙を狙ってくる相手に攻撃を当てることができます。また、フォックス側がマルスの急降下を入力しないことを予測したらどうでしょうか。もちろんこのようにフォックスが先ほどより遅めの適切なタイミングで着地隙に攻撃を当てることができます。ですが、この予測をしたフォックスに対してマルスが急降下を入力して下り空前を出すと、フォックスはマルスの空前の着地隙が終わった後に間に合わない攻撃を当てようとしてしまった状態になり、逆に大きな隙を晒してしまいます。このようにして急降下の有無でこちらの空中攻撃の着地隙ばかり狙ってくる相手に対して読み合いを仕掛けれるようになります。この技の振り方は例として挙げたマルスに限らずいろんなキャラで応用することができます。おそらくデラックスプレイヤーの皆さんが例として一番脳裏に刻み込まれているのは、相手のファルコンが中央でジャンプ即2段ジャンプをした後、こちらが着地を狩ろうとしたらファルコンは急降下してこずタイミングをずらされ膝をもろに食らったというシチュエーションでしょう。ちゃんと確認すれば大丈夫なんじゃと思うかもしれませんが、ほとんどの人は無理でしょう。空中攻撃のモーションや相手キャラの位置までは見分けれても、キャラの位置の時間的変化量でしか判断できない相手キャラの空中完成や急降下の有無を一瞬で見分けるのはすごく難しいです。なのでほとんどの人はその相手キャラの感性や急降下の部分を補完するように予測して自身の行動決定を行っているので、その補完部分の予測が外されたら釣られたように隙を晒してしまいます。感性調整による着地位置のずらし、急降下の有無で時間的な変化をつけることができるように、キャラの感性の入力をうまく前後に入れることで空間的な変化もつけることができます。急降下を入力していない状態はキャラの空中感性をより長い時間働かすことができるので、着地位置のずらし幅をより大きくすることができます。相手に対して着地位置を前にずらしてギリギリの間合いで着地隙に攻撃を当てようとしてくる相手に、こちらの攻撃をより引っ掛けやすくしたり、着地位置を後ろにずらして着地隙への攻撃をより透かしやすくすることができます。この考え方はショートジャンプ攻撃の差し込みでも応用することができますね。攻撃を出す側が変化させることができる要素はとても多く、世界全一マルスの全員は守備的な立ち回りで自身のショートジャンプからの展開を様々に変化させています。急降下の有無、前後の感性に加えて技を振らない着地、二段ジャンプをして大着地などを巧みに混ぜ、相手の着地隙を狩ろうとする行動を誘い出そうとしています。ここに着地絶空も加えるとさらに強くなると個人的には考えています。スマブラ SP での応用。この急降下を入れないテクニックはスマブラデラックスでは自分からジャンプした後の展開で着地隙に攻撃を当てる着地狩りに対してよく使われていますが、スマブラ SP では相手に自身が浮かされた後の展開で技の判定勝ちを狙う着地狩りに対して使われることが多い印象です。攻撃だけでなく回避の選択肢の中でも使用されます。実際の SP の対戦の中で使われているところをザクレイ選手の対戦動画で確認してみましょう。着地際に攻撃を当てる着地狩りに対してジョーカーがザクレイ選手、ホムヒカがシュートン選手でジョーカーが吹き飛ばされ着地狩りされる場面です。2段ジャンプをしようガンで落下関数を一瞬緩和した後の読み合いで、シュートン選手のホムラは急降下してくるジョーカーの着地タイミングに合わせた着地狩りのダッシュ攻撃を出したのですが、ザクレイ選手のジョーカーは急降下を入力せず走り出したホムラのモーションを確認して回避を出してうまくかわしています。こちらのクリップでも着地で強いとされる急降下ニュートラル回避をせずにホムラ側の着地狩りの反転つかみを早めに出させることで着地隙に合わせられることを回避しています。判定勝ちを狙った対空技での着地狩りに対してシークがザクレイ選手、ロイがヒカル選手です。シークの空中攻撃に判定勝ちするであろうロイが対空の横強を出しましたが、タイミングをずらされその技の後隙に攻撃を当てられてしまっています。
このクリップでもシークがロイの対空影響のタイミングをずらして透かし、サドスキにクーダバリからの上スまで撃墜しています。完成調整で透かす場面。次は感性を長く働かせて攻撃を透かす場面を見てみましょう。急降下を入れて攻撃を出すと相手の目の前に落ちるところを急降下を入れずに横感性を効かせる時間を長くし、相手の後ろ側に回るめくり着地をしています。これによりロイのガーキャンつかみを透かすことができています。こちらでもうまく後ろ側に回り、ホムラが反対方向に技を出してしまっています。ジャストシールドのタイミングずらし。SP では着地際の空中攻撃に対しジャストシールドをして反撃を取るという選択肢がありますが、サクレイ選手は急降下を入力せずジャストシールドの予測タイミングをずらした攻撃を行っています。ウィキによるとジャストシールドの受付フレームはシールドを解除してから1から5フレームの間で、シールド解除の硬直フレームは11フレーム、つまりガードを解除してジャストシールドが成立するフレームからシールドを再展開するまでは6フレームの隙が存在します。このクリップでサクレイ選手はその6フレームの隙を狙っています。今回は不発でホムラのシールドが間に合っています。SP はそこまでやり込んではないのですが、サクレイ選手の対戦を2つ取ってもこれくらいの発見があったので、まだまだ使い方がありそうですね。対策です。積極的な対策だと急降下の有無での技の出し方で読み合ってくるので、相手の技が出る前に潰すようにしてこちらの技を当てに行くといいでしょう。デラックスならジキャラが中%以下だったら空中攻撃ののけぞりキャンセルをして展開を変えてみるのもいいですね。消極的な対策だと様子見して無理に後付けを狙わないことも重要ですね。先ほど述べたように攻撃を出す側が変化させることができる要素がとても多いので、空中攻撃の差し返しばかり狙わないことです。技が当たらない位置での空中攻撃の意味合いには無理にこちらからアクションを起こす必要はありません。相手がどういう空中攻撃の振り方をしているか傾向が分かってから咎めに行くべきでしょう。まとめとしては、自身の着地際が狙われていると感じたら急降下を入力しない緩急をつけた行動を行ってみましょう。このテクニックの本当の狙いは相手が着地狩りの行動をやりづらくなることかなと思ってます。ジャンプした後や吹き飛ばされて上から着地する際に相手は警戒して様子見が多くなり、自身のキャラをより容易に守れるようになります。そうすると安全な時間が増え、より心を落ち着かせることができたり、別のことで有利な展開が作れるようになるはずです。急降下するタイミングの着地狩りに意識を割いている相手だなと思ったらぜひ使ってみてください。それではこれで解説終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。それではさようなら。